all you need is a synthetic wig. And yeah, this is a wig, but it's my hair because I paid for it. It's a wig, but it's mine because I paid for it. Okay? And if you don't give me my props, if you don't tell me that I'm slaying tonight, if you don't say yes, queen, then you're transphobic. 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、女子プロバスケットボールリーグ WNBA からの話題になります。現在トランスジェンダーの扱いをめぐり大きな騒動の中心となっております WNBA。 あれからもですね、これに対しての議論白熱しておりまして、ついにですね、今回ドラフトへの参加を表明しておりますエネスカンターフリーダムが正式にドラフトへの参加にサインアップするという形になりました。これを受けまして WNBA のコミッショナーが動きを見せたということで、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前こちらの動画で見ました女子バスケットボールリーグの WNBA ですね。ここのトランスジェンダーをめぐる騒動、これが現在もね大変白熱しておりまして、選手やあと周りのメディアね、ここでまたいろいろ起こっているようなので、ちょっとこのあたりね、本日アップデートしていきたいと思います。まずね、詳しくは以前の動画ご覧になってください。今回発端となりましたのはソフィー・カニンガム選手のスポーツの女子競技は女性のためのものであって男性と対戦するべきではないと、このような発言を受けまして、 WNBA のコーチや選手、そして左派界隈が彼女を猛攻撃していると、こういった状況になっているんですね。もちろんそこにはメディアも含まれておりまして、特に左派のメディアは過激な見出しをつけてね、もう本当にこの一人の女性を猛攻撃していると、こういった状態になっています。そんな中出てきましたのがこちらになりますね。元 NBA のロイス・ホワイト選手と同じく元 NBA のエネスカンター・フリーダム選手、この2名がそんなにトランスジェンダーを歓迎するというのであれば、俺が WNBA の2027年のドラフトに参加すると、このように表明いたしまして、今回大きな騒動になっているというわけですね。そして今回ね、新たにこのようになりました。エネスカンター・フリーダム WNBA 参入計画をダブスダウンし推し進める、正式にドラフト参加を表明ということで、早速ですがこちらですね、ダブルダウンとあります。こちらが本日のキーワードになります。以前よりもさらに強い決意を持って何かを続けることということでね、こちらのダブルダウンというのはさらに強化するという意味になります。さらに強く何々する、こういった意味ですね。で、このね、後ろにありますダウンとあるでしょ。ここではね、何を言ってるかというと、例えば put money down というと、こうお金を出してね、ポンと置く。つまりこのダウンというのは、こう机やカウンターに何かをポンと置く、このイメージから来てるんですね。そしてこの前にありますダボというのは、つまりそれを2倍にするという意味なんですね。なので赤木がね、バイプッシュだって言うでしょ。あれです。あれがまさにこれを直訳したようなワードになってるんですね。倍にして置く、倍にして押す、つまりさらに強化する、こういった意味になるんですね。ということでこちらはエネスカンターフリーダム WNBA 参入計画をさらに強く推し進める、正式にドラフト参加を表明。エネスカンターフリーダムは2027年 WNBA ドラフトへの参加を目指し、正式に書類を提出した。リーグの現在のルール上全く問題ないと主張している。34歳の彼は月曜日、署名入りの書簡を公開。その書簡にはこう記されている。2027年 WNBA ドラフトの選手候補プールに自らの意思で加わるという私の決定について、正式な書面による通知として受理してください。ということでね、こちらでは何が起きたかと言いますと、あれからですね、以前ね、このドラフトへの参加の意思を表明しておりましたエネスカンター・フリーダム選手、ここね、バッチリサインしてますね。これを書面化し WNBA に正式に提出したと。それがね、こちら実際の彼のポストになるんですが、これが正式な決定です。ここね、 WNBA タグ付けしまして、私は2027年の WNBA ドラフトへの参加を正式に表明します。ルールはルールだということでね、こちらすごいですよ。もうあっという間に現在ね、11万いいねを獲得しておりまして、大変バズっておりますが、ここね、自らのサイン、こちらも公開しています。恥ずべきことだ。あなたは本気でスポーツで不正をしようとしている人たちをからかうために、自分もスポーツで不正をしようとしているふりをしているだけだ。ちょっとね、よくわからないことになっておりますが。そしてこの下ね、どっかで見たことありますね、これ。これお分かりの方はね、かなり昔から福田の世界 G ニュースご覧になっている可能性あるんじゃないかなと思いますが、よかったらね、バドライトでうちのチャンネルの動画検索してみてください。で、この下ね、まさに現在この状態になっているわけですね。こちら後ほど見ますが、この WNBA のコミッショナーですね。一番偉い人。ボールを渡されてるぞ WNBA。さあどうするんだということで、ここね、トランス女性は女性だというボタンと、エネスカンターフリーダムは受け入れないというボタン。
これどっちを押すんですかってことですね。で、現在ね、このリプには様々なミームが投稿されておりまして、こちらもね、そうですが、この下なんかもね、これどっかで見たことありますが、誰かとね、顔変わってますね。非常に綺麗なね、この指の差し方になっておりますが、このね、湾曲具合、どっかで見たことありますね。ここね、2027年 WNBA の MVP と。おそらく加入をすれば、こうなるでしょうね。そしてね、もう一人の選手、ロイス・ホワイト。こちらですよ。今回ですね、急にね、なんか髪が伸びてるような気がしなくもないですが、このようになりまして、ロイス・ホワイトがロイシア・ホワイトに、アメリカ帝国が崩壊する中、驚くべき勇敢な変身を遂げる。ということで、こちらのロイシア・ホワイト選手、今回ですね、新たなヘアスタイルを披露いたしまして、女性としてプレイしたいと宣言いたしました。そしてこれに関連いたしまして、こちらですね、アンドリュー・メルカードという、こちらね、プロフィール見ますと、一応ね、独立メディア系の記者ということのようですね。そしてここね、ミネソタ州民であることを誇りに思うと言っているんですが、ミネソタといえばね、このチャンネルでも以前散々使っておりますが、ブルーステートの中でもかなりお目覚めになっている州として知られておりますが、こういう人なんですね。で、今回のね、ホワイトの件、こちら取り上げておりまして、ここでこんなこと言うんですよ。男たちは問題をでっち上げ、そしてそれを現実のものにしようとしている。彼らが文字通りやっているのは、男性である自分たちが女子スポーツに無理やり入り込もうとすることで、自分たちが作り上げた脅威が最初から本当に存在していたかのように見せかけることだ。するとですね、ここで、なんとですよ、あの人が出てくるんですね。はい。JK ローリング、出てきました。ここで彼に対してこんなことを言うんですね。アンドリュー、あなたは一部の男性は心から自分を女性だと自認しているが、この二人の男性は本気ではないと言っています。では、心から女性だと自認している男性なら、本気ではない男性よりも女性や少女を傷つけることが少ないんでしょうか。その本気度をどうやって判定するんでしょうか。もし本気度審査員の意見が割れたらどうするんですか。あなたの回答を心から楽しみにしています。ということで、現在ね、言われているのがこの議論です。今回の2人の立候補を受けてですね、主に左派界隈、この2人というのは偽物なんだというのを主張している。しかし、ここで問題が出てくるんですね。それ、誰が判断するのっていう話なんです。つまり、左派界隈が認めるトランスジェンダーというのは、彼らが何かしらの意図を持って認定するトランスジェンダーということになってしまう。基準がないんですね。判定のしようがないと。でね、この JK ローリング、さすがですね。本当にいいとこついていて、先ほどのこのアンドリューさん、この問題をね、男たちがでっち上げているんだと言っていました。この言葉自体が実は墓穴を掘ってしまっておりまして、この方はね、ミネソタ州と言っておりましたが、WNBA の本拠地ですよ、ニューヨーク。これはね、ニューヨークが言ってることなんですよ。このニューヨークが定義しているトランスジェンダーというのは、ジェンダーアイデンティティのことなんですね。つまり性自認です。その人が男性だといえば男性だし、女性だといえば女性。性別適合手術やホルモン治療、法的な性別変更は必要ありません。なので職場でもね、トランスジェンダーを差別することは許しませんよ。このようになってるんですね。じゃあスポーツだったらどうなのっていう話なんですが、ちょうどね、ここに例が出てるんですよ。今年の6月30日に、トランスジェンダー選手を学校のスポーツから除外することを認めた最高裁判決。これに対してね、市長室、LGBTQIA+ 局、人権委員会が共同で声明を発表しました。で、これを受けてね、ニューヨークではどうするかというと、このトランス選手を女子スポーツから除外することを許しませんと、このように言ってるんですね。つまりこの先ほどのアンドリュー氏というのは、そもそもない問題をでっち上げているんだと言っておりますが、これら全てはニューヨークが実際に打ち出している政策だということなんですね。そして実際に WNBA のコーチや選手がそれをウェルカムとやった。トランスジェンダーも包括するべきだし、味方、そして相手選手に至って全く問題ない。こんなことを言い出したから今回の問題に発展してるんですね。これだけの問題があるのに、何の問題も起きてないなんていうのは、ちょっとこの方ね、個人的には何を見てるのかなと思ってしまいますね。で、さらにこの方は、今回の2人はね、トランスジェンダーでもなければ女性を自認してるわけでもないと言ってはいますが、そんなのどうやって判断するの？で、このような問題を JK は提起しているというわけですね。で、先日見ましたソフィー・カニガムに対しての反則ですね。これに対してね、各メディアどのように反応しているのか、非常にね、興味深いものとなっておりまして、ここね、スポーツイラストレイテッドという、本当アメリカのね、老舗のスポーツメディアです。ここがこんな記事を出すんですね。ソフィー・カニガム、フィーバー対スカイ戦でハードファウルを受け、これまでのチームメイトを守る役回りが自分に変える。ということでね、ちょっと非常にね、わかりにくいタイトルになっています。これ実はですね、今回この記事めちゃくちゃ炎上しまして、タイトル変わってるんですね。でね、これ以前ね、このチャンネルでお伝えしました。この見出しが変更される前の元のタイトルというのはですね、実は URL を見るとわかります。それがね、こちらになりまして、ここね、カルマって入ってるでしょ。これ元のタイトルはね、こちらだったんですよ。これね、スクショ残されておりまして、ソフィー・カニンガム、フィーバー対スカイ戦で、フレグラントファールを受け、苦いカルマを味わう。ということで、つまりは因果応報と言いたいんでしょうか。自分がやったからやり返されたと、この記者は言ってるんですね。これね、何を言ってるかというと、もともとね、これ2025年に遡るんですが、このソフィー・カニンガム、
相手に対してね、こうヘッドロックをするような形で、これファール取られるんですよ。そしてこの時退場になってたんじゃないかなと思います。つまり今回の件と非常に似てるんですね。だからやり返されて当然だろうと、この記者は言いたいんでしょう。だけど、そもそも2025年のこのファールというのは、これもね、以前からお伝えしております。ケイトリン・クラークというね、何かと標的にされている、ひどいファールを受け続けております。この WNBA のスター選手がいるんですが、この選手が、確かね、目をつかれたんでしたっけ？ひどいファールされるんですよ。これに対しての明らかな報復だったんですね。つまりこの件というのは、行ってこいで終わってるんですよ。で、これがね、いいか悪いかっていうのは一旦置いといて、これ全然今回のファールとは別の話なんですが、そこを意図的に混同しまして、今回のファールというのは、2025年に自分がやったファールが返ってきただけなんだ。このような記事を書いたんですよ。ただ、ここで問題なのはね、この記事を書きましたクリステン・ウォンという人物。この人が自分でね、2025年のこのファールについて書いてまして、これをね、報復のファールだって言ってるんですね。つまりこの彼は、ソフィー・カニンガムはやられたことに対してやり返したというのを2025年の時点で自分で書いてるんですよ。ということで、この記事がね、あまりにもひどいんじゃないかということで壮絶に炎上しまして、現在このタイトルからね、カルマという文言が削除され、よくわからない見出しになってるんですね。ちなみにこのクリステン・ウォン、めちゃくちゃユタボに似ています。ちなみにね、こちらアウトキック。これね、FOX なんで保守系のメディアになりますが、ここでね、メディアがソフィー・カニンガムを攻撃していると、このように伝えておりまして、ここにあるんですが、ESPN がね、退場になった選手を擁護していると。ちなみにこの ESPN というのは、親会社がディズニーです。そしてあれからですね、二人のドラフト参加の表明を受けまして、WNBA のコミッショナー動きました。社会は冗談みたいだ。ソフィー・カニンガムが火をつけたトランス選手論争に対応するため、WNBA がタスクフォースを設置し、怒りの声が噴出。ということでね、今回こちらに見えておりますのが、WNBA の、コミッショナー、つまりは一番偉い人だと思ってください。これキャシー・エンゲルバートと言いますが、今回声明を出しました。それがね、こちらにありますが、ここ数週間、女子バスケットボールへのトランスジェンダー選手の参加について、多くの皆さんが質問を受けていることは承知しています。そしてこの話題は今後も大きな注目を集めると予想しています。これちょっとね、視点が混乱しますが、これはコミッショナーが WNBA の各チームに対して送った声明ということですね。そしてこの話題は今後も大きな注目を集め続けると予想しています。リーグ事務局としてこうした議論にどのように取り組んでいくのかをお伝えするとともに、メディアからの質問に思慮深く、プロフェッショナルに対応してくださった皆さんに感謝したくご連絡しました。エンゲルバートは、リーグは常にこの問題に敬意を持ち、そしてリーグが長年大切にしてきた価値観に沿って取り組んでいくと記している。さらに、競技の完全性を守り、公正な競技を確保することは常にリーグにとって最優先事項の一つであり続けると付け加えた。ということでね、今回こちらのコミッショナー、まずはリーグ内で競技を続けますと。今回のこの件というのは複雑な問題なので、今後数週間、数ヶ月にわたって選手会と話し合いを続けますと、このように言っているとのことです。ネットではこのエンゲルバートの声明に対してかなり敵対的な反応が見られた。あるユーザーは率直にこう述べている。男があなたたちのスポーツでプレーできないようにするために、女性とは何かをわざわざ会議で考えなければならないなんて想像してください。この社会は冗談だ。別の X ユーザーは、こんなことに会議なんて必要ない。馬鹿げた時代に生きている。と述べている。また別のファンも同様の皮肉を込め、これはヘイトクライムだ。なぜ WNBA はこんなトランスフォビックなんだ。とコメントした。はい、ということで本日はですね、現在トランスジェンダーの扱いをめぐって揺れに揺れている WNBA の騒動について見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回ね、一つだけ言えるのは、このエネスカンター・フリーダムもそう、ロイス・ホワイトもそうですが、この二人の行動により、この WNBA の抱えている問題というのが可視化されたということですよね。もう本当に単純な話です。この WNBA というのは、参加できるのは女性だけですと言ってるんですね。そしてソフィー・カニンガムは、それと全く同じことを言っただけなんですよ。リーグの方針を言葉にしただけなんですね。女性は男性と対戦するべきではないと。なんですが、これを機にね、メディアや選手たちがこのソフィー・カニンガムをいじめ始めてしまったため、じゃあお前たちの言うトランスジェンダーっていうのは何なんだよというのを定義しなくてはならなくなってしまったと。こういうことなんですね。で、先ほど言いましたが、こちらね、WNBA、ここ見ていただくとわかりますが、ここね、ヘッドクォーター、ニューヨークになってるでしょ。で、ニューヨークというのは、ジェンダーアイデンティティというのが最優先になっておりまして、その人が女性と言ったら女性なんですよ。なので、この WNBA、この二人、まずね、入れるということはありませんから、この二人を蹴るために、どのような特例を設けるのかということですよ。なので、今後はね、どちらかというと、この WNBA、対外というよりは、対内になるんじゃないかなと、プクターは見ておりまして、これディズニーもそうだったんですけどね、結局は内部との戦いなんですね、こういうのって。だからこの条件次第によっては内部からね、ものすごい反発を受けるでしょうし、かといって外側にはこういう選手が待ち構えているわけで、
これはね、かなり難しい判断を迫られるんじゃないかなという気はしますね。でましてやですよ、ここに来て、この2026年、思春期を経験してるかしてないかとか、テストステロン値がどうのとか、そういったね、今となっては古い基準というのを持ち出して、トランスジェンダーの定義はこうですなんて言うものなら、それはそれでね、また反発されるでしょうし、口が裂けてもね、ジェンダーアイデンティティが全てですなんて言えないでしょう。で、こちらね、以前もこのチャンネルで見ておりますが、IOC、ここね、会長いますが、この IOC はね、SRY 遺伝子のスクリーニングを義務付けると、もうこのようにしたんですね。つまりは、生物学的に男性なのか女性なのか、もうここで決めましょうと。いつから治療したのとか、テストステロンがどうのとか、こういう議論になるとね、テストステロンが高い女性もいるんですよなんてことがね、また始まるわけですよ。もうね、そんなのじゃなくって、もう SRY 遺伝子を検査しましょう。もちろんね、DSD、一部ね、本当にレアなケースにはなりますが、いろいろ条件あるんでね、こういう疾患に関しては除外される可能性はあります。ただそれ以外は女子スポーツへの参加を禁止します。このようにしてるんですね。でもおそらく WNBA ってこれできないでしょ。内部から反発されるので。だからある意味ね、身から出たサビと言いますか、包括性というのを声高に歌い、結果、明確な基準を設けざるを得なくなってしまったということで、今後ね、また何か進展がございましたら、お伝えできるんじゃないかなと思います。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。